朝の光に照らされる旗。山あいの集落に6色のレインボーフラッグがそよぎます。この家に住むのは奥田圭さん。他のものもその影響を受けてちょっと崩れちゃう。大工の父、看護師の母のもと長男として生まれました。年取ってるとこう肌に張りがないのでいろいろこうギューッと引っ張ったりしないと描けないのですよ。待望の男の子として可愛がられました。スカートが履きたいって、親に泣いてねだったことがあってスカート履かせてもらったのね。目尻のこういう跳ね上げ、こういう跳ね上げがうまくこういう筆状のものでないとうまく描けないので。人とは何かが違う。でも何がどう違うのかわからない。気がついたらほんのり仲間外れなの。ほんのりあからさまにじゃないけどなんかね仲間外れなんですよ。孤独を癒し世界を広げてくれたのは音楽や本でした。あの頃に考えてたことってとにかくこの街から出ること、これ谷だからすごい空が狭いでしょ。広い空のあるところに行きたかった。27歳の時女性と結婚。30代で4人の子供を授かり、夫として父として家族を愛してきました。今日何色がいいかなとひとしきり悩んで、同系色にするのか、補色関係にするのか、反対色にするのか。2018年離婚。その半年後でした。やっと出会えた。58歳の時、自分は女性だと確信しました。日課となった大好きなメイク、化粧品を買うのは簡単ではありませんでした。すっごく緊張するんですよ。最初そのコスメショップでも何でもそうなんですけど、行くのってすごく緊張する。嫌な顔されたらどうしようとかね。装うことは生きること。できました。完成。大学を卒業後およそ40年アパレル業界で働いてきました。例えばこれなんかすごい派手でしょ。これすごい素敵なんですよ。これグッチなんだけど、これも古着。服選びのコンセプトは街にランウェイを。可愛いでしょうね。ファッションショーをしたくなるようなお気に入りの服を普段使いしています。ちょっとカーディガンの上からだからパツンパツンになっちゃうけど、目に入る壁に高校から始めたベース。ハードロックやヘビメタは今も心の支えです。2年前、両親を介護するため都市部から実家に戻ってきました。あれも母親の動線に合わせて
こういうのを作って、これを捕まえながら母親が動けるようにしたりとか。でも今は全部この自室で、ほぼほぼもうほとんど寝たきりなので、っていうか寝たきりなので、そこに行ってご飯を食べさせて、着替えさせて、おむつも替えてっていうのがルーティンです。父は何も知らないまま亡くなり、母は昔も今もお兄ちゃんと呼びます。あの人たちには私の本当のことなんてこれっぽっちとも伝える気はないです。なんでそう思います？どうせ分かってくんないもん、あんたたちって思うから。90を過ぎてね、そんなことを言われてもあの人も困っちゃうでしょ。私は男の子のつもりなのに。それでもこの総領町の人たちに知らせたい。私たちはリアルにいるんだっていう、性的マイノリティの人たちって架空の存在、想像上の生き物じゃなくてリアルにいるんだよって。それはこんな人口が2000人もいないような町でもいるんだよって、それをね示したかったんです。そんな K さんが掲げたもう一つのレインボーフラッグ。去年10月に開いた性的マイノリティのための交流スペース、チョーズンファミリー庄原です。毎週金曜の午後、庄原市の施設の2階を借りています。全国から私を支援してくださっている人たちから作っていただいたジェンダー関連とか、いわゆる性的マイノリティ関連、LGBTQ 関連の本ですね。子ども向けの絵本から学術書までおよそ70冊。手に取って読んだり、居合わせた人と話したり、思い思いに過ごせる場所です。オープンして4ヶ月、1日の来訪者は多くて10人弱。誰も来ない日も少なくありません。ここに来るっていうことは、ひょっとしたら見られたら、あの人ゲイなんじゃないのとか、あいつとかって思われちゃう可能性があります。だからそれを超えるのはとても勇気がいること。すごいハードルが高いんですよ。そういう中で来る来ないのはどうでもいいんです。どうでもよくはないけど、来ないという選択をなさってもそれは構わない。でもそこに選択肢があるということはとても重要。施設の目の前に広がる芝生の広場。近くに住む人や登下校の子どもたちがやってきます。例えばお弁当を持ってそこでご飯食べたりとか、それができるといいですね、ピクニック的にね。でもそれはあの旗の下でやる限りはカミングアウトとかアウティングとかにつながりかねないので、そういう社会の偏見がなくなるまではちょっと難しいかもしれない。偏見をなくすためにできること。ほとんど毎日訪れる地元の百貨店。いつものメイク、いつもの服装で買い物に来ます。こんにちは。今日何買うの？多分厚揚げを買う。母の介護に追われる日々。ゆっくり料理をする余裕がなく、この日は簡単な夕食で済ませるつもりです。お買い物袋もご用意しましょうか。ここには K さんにとって特別なお店が。レインボーフラッグのある化粧品売り場です。同い年の同級生。そうなんです。はい。誕生日もすごい近い。近いんです。はい。
私の美容のママと光栄です。ありがとうございます。去年6月、性的マイノリティの人権について考える月間プライドマンスにこの店が初めて掲げたレインボーフラッグ。これを見て私はあそこのチョールンファミリーを開こうと思ったんです。そうこれで私も勇気づけられたし、他の人も勇気づけられてる人がいるはず。常連客になって数年。綺麗ですよ。そうだって広島の60代で一番綺麗なんです。冗談です。最初は怖くて入りづらかった化粧品売り場。今では応援してくれる存在になりました。じゃあもう大丈夫かしらね。百貨店の社長もその一人です。私のできることっていうのはもう、はい、させていただき、それで惚れられたいとかっていう気持ちはこれっぽっちしかないんです。あるじゃないか。あるじゃないですか。あるじゃないですか。でそういうこと言うんですよ。そういうふうに言ったらこういうの掲載いつも言うんですよ。ごめんなさいね、私の好みじゃないからって。まあでもね、そういう言葉のキャッチボールを交わしながらこうやってね、友好関係を結んでいったっていうことですね。はい。本当の私を見つけて4年。レインボーフラッグを掲げて4ヶ月。トランスジェンダー女性としての表現は生きてここにいるっていうこと。カメラの前に今立ってますけど、それが表現です。